今回もスーパーゲームボーイのお話です。予告通り通信ポートをつけた、その付け方をね、増設の仕方を説明したいと思います。もうちょっと丁寧に作れば丁寧にいい感じに綺麗になるんですけども、ひどいです。はい。こんなです。開けてもね。もうハンダ、ひどい。付き方。ひどいわ。我ながらひどい。これでよく YouTube 撮るよねっていうぐらいひどい。汚い。でもね、動きます。動いてる動画、これご覧ください。はい。リンクね、見ていただきましたけども。今回の改造で必要な5種類のパーツのご紹介です。変換コネクタ MGB004、一番右側のやつですね、黒いやつ。これが一つ。これ任天堂純正で発売されたものなんですけども、初代ゲームボーイとポケットとかカラーって通信ポートの形が違ってて、直接つなげないので、この変換コネクタをかまして、接続する必要がありました。これ任天堂純正のものですね。を一つ。で、ゲルマニウムダイオード 1N60 を7つ。で、今ゲルマニウムダイオードって製造が多分ね、終わっちゃって、他のものがね、結構出回ってるのかな。なんかショットキーバリアダイオードとか、なんかちょっとすごい長い名前のものとか。それでも代用できるかもしれないんですけど、今回は手に入ったんでゲルマニウムダイオードを使いました。で、金属被膜抵抗220オーム4分の1ワットのもの3つ。で、セラミックコンデンサー100ピコファラット50ボルト耐圧のもの3つ。で、ユニバーサル基板。一番左側のやつですね。で、ランドが 17×10 ぐらいのもの。パーツが乗ればこれより大きくてもちっちゃくても大丈夫です。これを1枚。はい。で、回路図がこんな感じになってます。なんかね、3つ同じような回路が並んでて、あとは電源を供給する部分と、グラウンドに落とす部分っていう感じの回路になってます。で、いろいろね、サイト参考にしたんですけど、この最終的なやつにたどり着く前に見つけた一つが、抵抗3つとダイオード1つっていう割と小規模な回路で、それはね、インターネットアーカイブかなんかになってる日本語の記事なんですけど、最終的にね、ダイオードからね、火を吹いたって書いてあって、それはちょっと勘弁してもらいたいってことで採用せず。で、2つ目がすごい画像いっぱいで紹介してくれてる記事なんですけど、抵抗をね、4つ使うやつなのかな。で、それはね、パーツも少ないし簡単そうだからと思って真似したんですけど、僕の作り方が悪かったのかもしれないんですけど、使えませんでした。スーパーゲームボーイを改造して、で、相手にゲームボーイカラーを選んだんですけど、ゲームボーイカラーのね、画面が固まるんだったか消えるんだったか、とにかく使えなかったですね。で、最終的に採用したのがこの回路図の回路なんですけど、これはね、初代のゲームボーイの回路を結局再現したような感じなのかな。で、当時のその初代ゲームボーイはダイオードをね、2つ組み合わせたみたいなパーツが使われてるんですけど、今そのパーツがちょっと手に入りづらいんで、結局それが1個のパーツだったのが2つになるんで、最終的にその7つになってしまうっていうね、結構こう物量が必要な回路になりました。はい。はい。で、パーツの配置がこんな感じです。左側がパーツの乗ってる表面で、右側が裏面ですね。なんでこんな複雑な形になったかっていうと、理由が3つありまして、1つはスーパーゲームボーイの、筐体、カートリッジの筐体のネジ穴がある部分があるんですけど、そこのプラスチックのパーツを利用して固定したかったっていうのと、あとは、スーパーゲームボーイの基板に対してワイヤーを引き出す部分をちょっと一箇所に固めたかったっていう左側のね部分ですね。この基板でいうと。で、あとは、
この基板の中でジャンパー線をね使わずに全部ハンダ付けを裏面でやってみたかったっていうのを3つ理由がありまして、でそれをこう素人なりに考えたらこういう形になってしまったっていうことです。はい。でちなみに真ん中辺に銀色というか灰色のパーツが書かれてますけど、これがね通信ポートですね。でこれ6番ってところがグラウンドになってるんですけど、そのポートにもつないでるし、あとポートのこう側の部分にもつないでます。はい。ちょっとこの絵だと分かりづらいんですけどね。はい。で改造に移ります。これね、MGB004、この変換コネクターの左側の黒い塊のところに実は初代ゲームボーイに搭載されている通信ポートと同じ形のものがね搭載されてるんですよ。これを使います。でこれ意外なことにねプラスネジで開くんですよね。ゲームボーイとかってね割とね Y 字のネジが多いんですけど、これはね、発売時期によって違ったりとかするかもしれないんですけどプラスネジでした。でちなみに左側が初代ゲームボーイのコネクターで、右側がポケットとかカラーの形ですね。はい。でこれネジを外してここがねスライドするんですね。でスライドさせることによって開きます。これねゲームボーイのカセットも同じ構造で、ネジを外してからスライドすると開くんですよ。で開けたらこんな感じ。1個基板が乗ってて、そこに通信ケーブルというか右側のねポケットとかにつなぐ部分が、ケーブルがつながれてると。でちなみにこれ基板をね撮った写真ですけど、基板はね使わないです。はい。でこれだとちょっと分かりづらいんですけどね、番号はね一応振ってあるんですよね。で取り出してあるんでちょっとこう位置関係が変わってるんで、はい、でこれ上から見たところで基板をね取り外しちゃうんで、あんまりさっきの基板のは関係なくてですね、このポートで言うと側の部分に実は書いてあるんですが、下がね135なんですよ、左から。で上の部分書いてないですけど左から246なんですよ。で6はねグラウンドで、2が通信で、4は使いません。パーツ配置図と改めて一緒に見てもらってます。これね裏返すとね番号がね変わるでしょ。だからこの135246っていうのをね間違わないようにね配線しないといけないんでね、ちょっとこれは気をつけてください。僕みたいに回路図とこのパーツ配置図をちゃんと書いてからだったらいいんですけど、これをね書かずに試作でやってたらねもうこんがらがっちゃってね間違います。そのまんま参考にしてもらえれば大丈夫かなと思いますけどね。これ実際に作ったやつなんですけど、これねジャンパー線とかあって、で、試行錯誤しながら作って、でこれを元にパーツ配置図を書いたんで、この今見てもらってる画像よりもパーツ配置図先ほどのものの方がより良いんではないかなというふうに自分では思ってます。はい、次にご覧いただくのはこの作った基板からスーパーゲームボーイの基板にワイヤーを伸ばして接続するっていう部分ですね。で電源、まず VCC って書いてあるところはここから取りました。これ反対側、ここね、このパーツがあんま乗ってない側から挿してハンダ付けしてます。次グラウンドです。ここです。ここから取りました。クローズアップするとこんな感じ。芋ハンダですね。ひどい出来ですね。でもこれ試作したやつなんで、仮でね作ってみたやつなんで
勘弁してください。はい。次も非常に重要な部分です。通信の信号が来てるんですよね。で、これが3個あります。68、69、70ピン SGB CPU のこの部分につなぎます。これね、クローズアップするとひどいですけどね、これでもね、つながってるんですよ。で、これなんでひどくなっちゃったかっていうとね、以前の動画でも上げましたけど、この右側の黄色いテープ貼ってる部分とかなんですが、ここにね、発信回路をつないでクロック信号をね、入れてるんですよ。でね、これね、どうせつなぐんだったらね、全部いっぺんにやればよかったですね。2回に分けちゃったんで、非常に大変でした。これね、細かいんですよ、すんごい。で、熱がね、すぐ横に伝わっちゃったりとかして、ハンダゴテがね、かなり固定先がね、細いやつとか、あとなんかナイフ型みたいなやつを使うとやりやすいと思うんですけど、うちの太くてね、やりづらいんですよね。さっきから言い訳ばっかしてます。最後の言い訳になります。ですね、これが一応パーツというか、基板をね、組み込んでみた状態の写真です。で、そう、基板に丸い穴開けたのはね、このネジ穴の土台を使ってね、固定したかったんですよ。ただ一回ね、パーツ面とハンダ面をね、逆に作っちゃって、失敗の穴をね、作ってしまってます。このせいでね、パーツの配置がまためんどくさかった。ね。同じのもったいないからっつって使ったんでね、こんなことになってます。で、まあ、この状態完成したのに汚いですけど、これね、なんでこんなの状態失敗してたりとか汚かったりとかっていうのでね、写真撮ってアップしてるかっていうと、自分の中で実はこれが完成形ではなくて、次のね、動画で紹介したいのがメインなんですよ。なので、これはね、今回は仮ってことでね、一応アップしてます。で、次の動画で何やりたいかっていうとね、CPU のクロックダウンの方法が、今回の改造とは違うんですよ。で、パーツの量がちょっとそっちの方が多かったりとかするんですけど、出来はいいんですよね。で、スーパーゲームボーイコマンダーっていうコントローラーでのその速度調整とか、あとは音声のね、左右のバランスとかもそれだと乱れなかったりとかして、そっちの方がちょっと自分の中ではおすすめの方法なんです。ただ、通信をただやりたいとか、ゲームでね、それこそポケモン交換とかそういうのはこの方法、今回までの方法、2回に分けてご紹介したこの方法で十分できるし、で、パーツの数とか、ちょっと作るのはめんどくさいけど、パーツの数は少ないから、まあ一応敷居が低いだろうっていうことで、こういう風に紹介してみた次第です。それが真相って感じかな。というわけでした。いろいろと言い訳を申し上げましたけれども、これで、今回の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。